にちは。今回は戦隊レッド異世界で冒険者になる第4話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。円盤で湯気消えるのか。湯気も光もトリアージ。おかしい。なぜ水浴びなのに湯気が。ただの水なのに湯気がある。お湯なの水なの。キッズも見るアニメなのにこんなシーンいいの。イドラさんこれで16歳って本当かよ。メインヒロインの風格。水浴びなのに湯気がある。手嵐やで。今期の異世界アニメでこれが一番いいね。円盤買うか。円盤の前に原作を。ナロー世界はよく深夜に水浴びするけど猛暑じゃないと寒いだろう。体冷やして風邪ひくと思う。不自然な湯気はどういうことだ。レッドもそこはそう反応するんだ。近くに置くには害が過ぎるな。嫉妬の炎。こいつ超えてはいけない一線超えたぞ。戦隊は変身アイテム依存だからそれないと。この勇者めんどくさい。いきなり闇落ちかよ。ヤンデレこじらせた男はめんどくせえな。アナザーギトかな。戦隊ものでは変身ギアを奪われる展開あるよね。いや、そこまでやらせちゃダメだろ。ナローの踏み台よりひどいムーブはやめろ。変身できないあるある。魔王、戦隊にいないと思ったらこんなところに。人工呼吸したのか。人工呼吸した。まさかチオ。作戦は失敗です。問題なんか何もないよ。結構いけるもんね。こいつも特撮の武器っぽい。ライダーっぽいね。ライダー枠は別だから違う。ライダー枠はこの後出てくるぞ。戦士なんて MP0 だろ。今は特技で MP 使うから。魔力ゼロとかナロー主人公みたいな設定のやつだな。そうか。魔力ゼロでやさぐれていれば。テルティナは私のママになってくれるかもしれなかった女性だ。正統派熱血勇者は最近少ないんだぜ。戦隊シリーズだと王は確かに地味だもんな。ヒドラかわいそう。結界が限界。長くなりそうですね。結界が限界で結界。イドラさん大体こんな役どとろ。イドラちゃん。おいおい割れるぞ。ゲルインかわいい。書いた。レインボーゲロ。ゲロイン。ゲロインだった。息ぴったりじゃねえか。コンビネーション良すぎる。でかすぎんだろ。定番の巨大化。ロボの出番だな。ちゃんと巨大戦もしないとスポンサーに怒られる。超合金売れないからな。巨大ロボの出番だな。どこまででかくなる気をは使える。なんなのこの大きさは使える。自習ロボ戦だな。絆ロボで押し返すんだな。これで心置きなくロボが使えるな。今週のしまった。どこまででかくなるつもりようす。そういえば種を回収しに来たんだった。よしロボの出番だな。ロボ戦だ。倒した敵が巨大化とか。2分あればロボで倒せる。結局街を破壊するのかな。合体ロボはよ。ムジラの仮面じゃんよ。最終回みたいな展開。いや来週まで引っ張るんかい。たかが石ころ一つ。じゃあもう最初からロボで街ごと破壊してもよかったね。実際魔力の種の暴走設定。戦隊ものでロボを自然に出す流れにありそうな設定なのよね。来週はロボで押し返すんでしょ。分かってるよ。やってみる価値はありますぜ。ロボ早く来てくれ。レッド一人じゃ個別ロボしか動けなさそう。魔王、ついに戦隊出身声優が全員揃ったか。役にワープン使うのか。毎回面白いわ。日朝だったら巨大化からロボで倒してエピローグまで終わらせるのに。受付嬢と勝るとも劣らない可愛いエンディング。エンディングのキャストクレジットに変身前変身後で役名が表記されているのが個人的に高評価。マータ原作者先生が魔物やっていらっしゃるぞ。巨大化でロボット乗って倒すまで行くかと思いきや、最終決戦は来週に持ち越しか。ここで終わるの原作勢だとキリが悪いんだけど、アニメ勢からしたら絶対来週も視聴せざるを得ないからうまい構成なのかも。トーフはロイジーが伴奏プレート盗んだこと自体は見抜いてるんだよね。
ただの頭を花畑ではない。初キスをそんなことで流されたり、結界維持中に長話しされてゲロインになったり、アゲクレットに裸見られたりと、今回イドラやヤフビン、魔力の種が暴走して巨大化はなぜとはないが安心感すら覚える流れだったので、次回への引きになるのが逆に意外でちょっと笑ってしまった。激アツ展開だった。背中合わせでの戦いまでの流れ、最高だった。ロジー良いキャラしてるな。平成2号ライダー感がすごい。異世界ものでも調理の仕方次第ではまだまだ面白い作品作れるんだな。いろいろてんこ盛りな内容ながらも原作に忠実にうまいことまとめられた1話。ロージー、まさかお前キズナレッドに変身してみたかったのか。次週お約束の展開へ。倒した敵が巨大化するのなんて日常茶飯事だぜ。レッドを脅威に思ったロージーが変身アイテムを隠して一人で敵に挑んだけど無理だった。だけどレッドは前向きだから隠してたことをポジティブに捉えててとてもタフだと思った。敵は倒せたけどやっぱ大きい敵来るよね。次は4人の絆の力で倒すのか。支配された街で反抗を続けるレジスタンス。キングオージャーでの恐竜ジャーコラボ会のような展開。ロージーのテルティナ姫への重すぎる愛で作戦はピンチ。でもそれすら受け止めるテルティナ姫の度量のでかさ。本当にイドラと同世代なん。仲間の裏切り。本家に血朝でも最近やってた展開を取り込んでくるのさすがです。笑い。そこからの熱い展開は本作ならではで燃える演出。レッドたちも良き見せ場だったけど、でも今回の MVP は間違いなくイドラちゃんだったのです。笑い。今回はレッドさんとロージーの絆とかよりも、ゲロインになってまで時間を稼いでくれたイドラさんの頑張りが間違いなく一番熱かった。戦いはまだ続くようだが、巨大な敵は戦隊ヒーローが得意とするところだから大丈夫かな。勇者こじらせすぎだろと思わなくないが、姫様との馴れ初めやレッドと共闘など絆が伺えて、人工呼吸スルーされるイドラが不憫な話。裸見られるは結界内で食べられるは散々だが、サービスシーンもだし、ターン制バトル感を緩和したり貢献度はすごい。かわいい。ロージーは認めてないが、トーゴとロージーの間にわずかながらの絆が芽生えていた。トーゴが作戦で絆カイザーを使う案を発案するが、全てイドラに却下されていたのは草。充実のサービス、お風呂、シーンに意味深な回想、そして戦隊ものお約束の和解展開と、派手さはないが要所をしっかり押さえてる。顔が気に食わないから背中を預けるとか、ツンデレホモの鏡だが、巨大化を引っ張ったのは何かあるのか。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。